こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日投稿した維持費の動画に続いて、2月27日で納車3年を迎える私の GR スープラに対する満足点、不満点を紹介します。不満点に関しては、事前にスープラオーナーにヒアリングをさせていただいたものも一部取り上げており、様々な方の参考となるかと思います。ただ、スープラには不満点を払拭するいい点がたくさんありますし、動画内で不満点に対する対策も合わせて紹介していきます。未来のスポーツカーオーナーの方たちの参考となれば幸いです。それではご覧ください。まずは満足点からになります。満足点の一つ目は何より見た目がかっこいいことですね。これに関しては3年目になっても飽きることなく変わっていないです。切れ長のヘッドランプやシャープに突き出たノーズのフロントフェイスが他に似た車がなくオンリーワンの存在感を放っています。空力特性に寄与するフロントリップが標準で装備されていることで、フロントに関しては純正のままであっても特に手を加える必要性を感じないほどの仕上がりとなっています。サイドに回り込んで FR 車らしいプロポーションが昨今珍しい形となっていますが、2人乗りでしか実現できなかったであろうこのフォルムに関しては今でもかっこいいなと思います。ちなみに純正から追加したパーツに関してはこちらの過去動画にてまとめて紹介しておりますので、そちらも合わせてご覧いただきたいです。ホイールや車高ダウンなど自身が当初から手を加えたいと考えていたカスタムは一通りやりきった感があり、あとは丁寧に乗っていこうとぼんやり考えています。斜め後ろからのシルエットが一番のお気に入りであり、リアフェンダーの盛り上がりなど実用性でなく8両を追求したゆえのフォルムが所有満足度を満たしてくれます。満足点2つ目は直録エンジンの吹き上がりとサウンドの良さですね。高速道路合流時の様子をお届けします。ギアを3速に固定し、安全に配慮した上でアクセル踏み込んでみます。このように鋭くエンジンが吹き上がり、純正のマフラーのままではありますが、非常に気持ちのいい音を出してくれます。公道では限られた場面でしか聞くことはできませんが、非常に気持ちいいですし、ついスポーツモードしがちとなってしまいます。2年目の時点では装備していなかったトムスのパワーボックスを取り付けたことで、さらなるパワーアップを果たしており、ますます公道では持て余すスペックとなってしまいましたが、サーキットので楽しめばと思います。このように回転数を高めにして走っても不快な振動などなく、気持ちのいい部分のみをドライバーに届けてくれるエンジンです。さらに現時点では自身でよりこのエンジンをダイレクトに操ることができる MTC も追加されたところで、この魅力はさらに高まっていることと思います。満足点3つ目はこのような回転数を上げがちなエンジンですが、燃費が思った以上に良いことです。先日の維持費の動画でお伝えした通り、納車3年目の時点での平均燃費は 11.2 キロとなっています。いつもスポーツモードで走っているわけではありませんが、燃費走行を意識しているわけではありませんので、300馬力オーバーの車という観点で見るとかなり燃費がいい方だと思います。ガソリン代を気にしている車ではありませんが、思わぬメリットです。満足点4つ目は運転支援系の装備が充実していることです。スープラには前の車との距離を一定に保ちつつ低速走行を行うことができるレーダークルーズコントロールの機能が全グレードで標準装備されています。この機能があることで目的地に到着するまでのドライバーの疲労がかなり軽減されます。私自身これまで片道300キロ以上のドライブを何度もしたことがありますが、この機能と直進安定性の高さから目的地に着いたらクタクタになってしまったということはこれまでもありません。実際たとえスポーツカーに乗っていても単調な高速道路の走行は退屈ですし、峠やサーキットなど目的地に着いてからが本番ということがほとんどだと思いますので、この快適装備にはいつも助けられています。満足点5つ目は街乗り走行も普通の乗用車のように扱えることです。スポーツカーに乗っていると足場の良さなので街乗りでは不快な振動などが発生して乗り心地が悪いといった印象を持たれがちですが、スープラの場合は SZR-RZ に搭載されている電線サスペンションがうまく働いているのか、街乗りでも不快な振動もなく同乗者からのクレームもこれまで特にありません。
先日装備した HKS のハイパーマックスツーリングによって乗り心地は多少悪化した感じはしていますが、それでもスポーツカーの中では乗り心地はいい方であると感じられますので、不満は全くないですね。また、車高を下げた状態であっても、このようなきつめの傾斜であっても、気をつけはしますが、スポーツカーにありがちの顎下をするといったこともほぼなく、車両感覚さえつかめてしまえば、普通の乗用車ライクに乗ることができます。運転初心者におすすめとまではいきませんが、クリアランスラダーも装備されていますので、スポーツカーの中では運転しやすい部類ではないかと思います。満足点6つ目は、少し地味ですが、何割の使い勝手が快適であることです。スープラには、スープラコレクトという車両アプリがあり、各種操作をリモートで実施できるアプリがあります。その中でも、特に目的設定が非常に便利となっており、やり方としては、Google マップ、もしくは iOS マップにて目的地を検索し、その結果をスープラコレクトにて共有することで、目的設定を完了することができます。Apple CarPlay を使えば一発という動きもあるかと思いますが、純正ナビを使用すると、ヘッドアップディスプレイと連動したルート案内を実施してくれるため、方向音痴の私には非常にありがたく、この操作を非常に重宝しています。こちら、満足点のまとめとなります。満足点に関しては、納車されてからの1、2年を振り返るシリーズで挙げたものと、正直なところほぼ変わっていないです。納車されてから2年経っても変わらずの魅力があるということかと思いますので、3年目も大事に乗っていきたいと思います。続いて不満点についてですが、あくまでも個人的見解であり、ここまでに挙げた満足点で十分お釣りが来るレベルであることを先に申し上げておきます。不満点1つ目は、クラクションの音がかっこ悪いです。車内及び車外からの音をお聞きください。このような音となっており、なんというか高級感を感じない音となっています。Z4 の音はこのような音ではないようで、スープラはなぜこの音となってしまったのかという感じです。こちら DIY で何とかしたい感じですが、正直なところ納車されてからのこの3年間において、クラクションを鳴らした回数が片手で数えられるレベルでありますので、わざわざカスタムする方じゃないかなという感覚になってしまい、結局手をつけられていないですね。不満点2つ目は ETC ユニットの取って付けた感です。これは Twitter からのコメントでも結構多く挙げられていましたね。こちらに関しては2年目の不満点にも挙げていますが、未だに気になってしまっています。こちらに関しても Z4 はルームミラーと一体構図となっており、非常にスッキリしているので羨ましい限りです。こちらも DIY で対処できるかもですが、少し難易度高そうですので尻込みしているところです。今、納車待ちのオーナーの方で気になる方がいれば、一度ディーラーに相談してみてもいいかもしれません。不満点3つ目は、点検のリマインドが煩わしいことです。スープラはオイルの交換時期などを車両が記録しており、走行距離などが交換タイミングを過ぎると、エンジンをかけるたびに点検時期超過のリマインドを発します。リマインドしてくれるのはありがたいですが、エンジンかけるために警告されるのは正直鬱陶しいです。こちらに関しては自身でリセットすることができますので、そちらの方法を紹介します。まず、エンジンスタートボタンを3回短いタイミングでプッシュし、車両が診断モードに入ったことを確認すると、オドのリセットボタンを長押しすることで、リセットできる点検項目が表示されます。リセットしたい点検項目が表示されるまで、リセットボタンを押して、リセットしたい項目で長押しすると、リセットするかどうかの確認がされますので、再び長押しすると、リセットが開始されます。こちら実施することで警告解除されますので、一度試してみてください。不満点4つ目は、3つ目と関連し、メンテナンス費用が高いこと、また、ディーラーでの作業時間が長くかかりがちであることです。こちら、承知の上で購入していますので、不満点に入れるべきではないかもしれませんが、1年点検などの定期点検を実施した際、オイル交換も含めて3万円以上のメンテナンス費用となりました。やはり BMW の部品を使っているということかもしれませんが、通常のトヨタ車のメンテナンス費用と比較すると高額となってしまっているため、見させていただきました。また、BMW のメンテナンス設備を使用する必要があるためなのか、ディーラーの整備の時間もかかりがちとなっており、車検の際は1日預かりとなっていました。リコール対応の際もメンテナンスキットが配備されておらず、対応まで少し時間かかってしまった経験もあったりしますので、今後もないに越したことはありませんが、
不具合対応時に少し不安がありますね。不満点5つ目は Twitter コメントからですが、メンテナンスに関連してトルクスボルトなどの専用工具が必要となることが挙げられます。こちらエンジンルーム内の様子となりますが、基本的に大部分のボルトがトルクスとなっており、これまで DIY で使用していた工具が使えず、新規に購入する必要が発生します。BMW 部品を使用している都合上仕方ないかもしれませんが、メンテナンス性という意味ではユーザーフレンドリーな車ではありませんね。不満点6つ目は、キーの反応が悪い、キーの電池の消耗が激しいです。こちらは最近頻発するようになったのですが、ご覧の通り、プッシュスタートボタンを押してもエンジンがかからず、何度か試すと反応するという状態になっています。おそらくキーの電池が消耗していることが原因と考えられますが、これまでに2、3度交換しており、3年間使用期間であることを考慮しても、少しキーの電池の消耗が激しいように思います。不満点7つ目は、洗車時のトランク内部への水入れです。こちらは昨年から解消できていない不満となっています。ご覧の通り、車内が水浸しになっているということはありませんが、ボディの内部には確実に水入りしており、シール部がへたってくると青森の懸念もありますので、何か対策を講じる必要があり、何より汚れも溜まりやすい箇所となっているため、こちら不満点に挙げています。不満点8つ目は、トランク関連の不満点となっており、トランクオープナーがリア側にないこと、運転席ドア開閉時、トランク再ロック問題です。この不満点も Twitter で挙げられている方が多かったです。スープラはおそらくデザイン要件かと思いますが、リア側にはトランクのオープナーが設置されておらず、運転席ドア横のスイッチ、もしくはキーのスイッチを押すことでのみトランクを開閉できます。こちらに関してどうしても人が増えることになり、そのことに煩わしさを感じてしまいます。また、再ロック問題に関しては、トランクを一度開けた後にドアを閉めると、その衝撃でトランクにロックがかかってしまい、再びロック解除ボタンを押さなければならない問題です。これが起きるとかなりめんどくさいです。こちらも対策を見つけましたので紹介いたします。トランクを開けると、この2つの突起があることがお分かりになるかと思います。この部品は納車当初は埋まっている状態かと思いますが、こちらは半時計回りに回すことで、中の歯車状の形状のものが合わせて回転し、徐々にせり上がってきます。この突起内の歯車部分が樹脂パーツと同じ面くらいまで上がってくるように、左右両方の突起を回転させます。突起だけが回転してくることもあるので、動画で言うのは歯車は噛み合っている音がしているかの確認が重要です。こうすることで、多少荒くドアを閉めてもトランクが再ロックされる頻度が減りました。水入れに関しても、突起を緩める前後で特に変わりはないですので、一度オーナーの方はトライしてみてください。不満点9つ目は、少ししょうもないですが、サンバイザーのサイズが小さいことです。これに関しては納車年目に挙げている項目です。スープラのサンバイザーはかなり小さく、こちらがサンバイザーを広げた際の運転時の視界ですが、ほとんど前方を終えていません。そのため、夕方の時間帯の西日のきつい時間帯は、視界がかなり遮られ、何度か恐怖体験を味わったことがあります。これに関しては対策アイテムを購入しましたが、失敗してしまいました。アイテムはこちらとなっており、サンバイザーに遮光機能を施したプレートを追加することで、視界を確保しつつ日光などを防減する機能を持ったものです。これを取り付けることで対策を行おうとしましたが、スーパーのサンバイザーのサイズが小さすぎて、挟み込める最低サイズを下回っていました。挟み込むことのできるサイズの加減をチェックし忘れており、失敗してしまいましたね。コンセプトや仕上がりに関しては効果ありそうでしたので、スープラに対応したものを改めて購入しようと思います。不満点10個目は、Twitter からのコメントで多くあった、ビーマーコードなどでコーディングを行わないと設定できない項目が多いです。代表的なところとしては、アイドリングストップのメモリー機能や、スポーツプラスモードの追加、バック時のサイドミラーの角度調整などが挙げられますが、これらの項目は、こちらの動画でまとめているビーマーコードのようなコーディングアイテムを用いないと変更が不可となっています。バラシをもともと不満点に挙げていた項目であり、通常の車両設定では変更不可の項目であるため、不満に思っている方は多い印象です。改めて不満点のまとめです。納車3年目を振り返り、
気になるところを挙げさせていただきましたが、承知の上のものであったり、対策を講じられているものもあります。繰り返しとなりますが、個人的な見解かつ、スープラの魅力を少ないほどでものでないことを改めてお伝えさせていただきます。将来スポーツカーの購入を検討されている方の参考となれば幸いです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。